明けましておめでとうございます。川口の健です。2022年になりました。去年2021年は本当にいろんなことがありまして、革靴専門の YouTube チャンネルの開設とか、キッシュザワークブランド立ち上げ、展示会、テレビ出演等々ね、本当に今まで経験したことのない1年でした。今年2022年はね、もちろん靴作りはさらに技術を高めつつ、それ以外のね、この YouTube での発信とかブログとか SNS を使った革靴の情報発信みたいなところも、新たな面白いこともちょっと決まりつつあるので、皆さんに今後も応援してもらいながら頑張っていきたいと思います。ということで、今日はね、ちょっとまず工房をね、若干リニューアルしましたもう何回目だって話なんですけど、この辺全然変わってないんですけど、ここのね、このス機を置くために増築というか広げたこの辺をちょっと使いやすくしました。この靴箱、もうちょっと前奥にあったんですけど、使いにくかったんで前に出して、これ材料とかをしっかり置けるようにしましたという感じで、そんな変化はないんですけど、そんな感じで気持ちも新しくやっていきたいと思います。で、今日は昨年の振り返りということで、去年作った靴ちょっと見ながら、去年はこんなものを作りましたという報告をしたいと思います。去年の暮れにやるべきだったんですけど、ちょっと間に合わなかったんで、年始一発目、昨年の振り返りからいきたいと思います。まずはこの黒いブーツ、これは姉に作ったブーツで、初めてのショートブーツの制作でした。これがね、1年前とはね、驚きなんですよ。いや、もう到底もっと昔のように感じるんですけど、去年の大晦日ぐらいに完成して、で実際動画をアップしたのは年始でしたね。黒のカーフと黒のスウェードの同色コンビ、僕の好きな合わせですね。かなりね、エレガントなブーツになったと思います。これはね、実は丸コバなんですよ。ちょっとレディースらしさっていうのをどこで表現しようかなと思った時に、少し柔らかさというか可愛らしさみたいなところをコバで作ってみました。これはシルバノラッタンジの靴なんですけど、シルバノラッタンジの靴どうしてもちょっと足に合わなかったので、一旦バラしてアッパーだけにして、自分の木型で釣り込みからやり直すというね、そんな靴でした。これは結構障壁が多くて、もうすでに靴になっているものって釣り込みしろ、ワニで掴んで引っ張る部分っていうのがないんですよね、あんまり。なので結構苦労したんですけども、なんとかね、もともとハンドソンウェルト製法だったのをノルウィージャンウェルト製法に作り変えて、ちょっとごつめな靴に仕上げました。次はこのごっつい U チップの靴ですね。これはモリジンで一緒にやってたいとこの渡るに作った靴で、アウトドアにガンガン履けるような靴をということで、これトリプルソールなんですよ。ミッドソールを2枚縫い付けて、分厚いラバーソールをその上に貼り付けてあります。このラバーソールは接着とビスで固定してありまして、今のところ剥がれたという報告はないので、かなり堅牢に作れたなという感じです。この靴は展示会に来られた方、もしかしたら会われた方いるかもしれないんですけど、僕の友人に作ったレイジーマンの靴です。バーガンディのカーフ使って特徴的なオリジナルのデザインでレイジーマン作ってみました。このサイドエラスティックの部分が魚のヒレみたいになってて、これが特徴的ですね。全体的にオーストリアの靴の雰囲気を少しイメージして作りました。コバのあたりとかアッパーのパターンのラインなんかもウィーンの靴というのをイメージしています。この靴は結構自分の中でワンランク上がったなというステップアップの靴でしたね。次はこれは父親に作りましたアデレードの靴です。この革はミュージアムカーフみたいな感じで、少し手で村染めしてみました。でスクエアトーでつま先に穴飾りという感じでね、結構シンプルなんですけど、この革の透明感があってかなり主張する靴ですね。これは自分用に作った靴で、新規比較のコードバン使ってプレーンダービー作りました。これはね、今僕が一番履いてる靴というか、ほとんどこの靴しか履いてないぐらい結構ヘビロテしてまして、現在はかなりエイジングが進んでいます。コードバンの靴はね、ほんとピカピカなんで、作った時ほんとツヤツヤだったんですよ。この雰囲気もね、いいですよね。やっぱこれはね、コードバンにしかない雰囲気というか、シンプルならではのこのコードバンのツヤが楽しめる感じで、今はがっつりシワ入ってるんで、またそれはそれでね、すごく深いエイジングをしてていいんですけど、この木型、僕がね、おまんじゅうトーと言い始めた木型で、つま先の形がちょっとボリュームのあるラウンドトーで、温泉まんじゅうみたいに見えるねっていうことでおまんじゅうトーと呼んでたんですけど、このつま先は結構癖になりますね。黒のボックスカーフで作ったエプロンダービーです。これ僕の友人に作った靴で、アッパーのデザインは結構スタンダードなエプロンダービーなんですけど、ソール周りが結構主張するんですよね。ストームウェルトで目付け結構粗めに入れて、
でウェルトの上面までは黒なんですけど、断面は茶色、ソールの底面も茶色という感じで、かなりカジュアルめな要素を底付けには入れました。実はこのカウンターパーツだけ片押しになっているというね、ちょっと遊び心も入れてみました。次はこれはね、キッシュの試作なんですね。いとこに作ったんですよ。僕いとこが4人いるので、いとこ2人目ですね。これでもともとベージュの革だったのをちょっと黄色っぽい茶色に手染めして、自分用に作ったコードバンの靴と同じデザインでブレンダービーを作ってみました。コードバンじゃなくてこっちはねカーフなんで、色もそうなんですけど、革の質感でまたかなり雰囲気が違ってますね。姉に作った2足目の靴、春夏に大活躍できるような白いゴートの革を使ってフルブログシューズを作りました。去年一発目のブーツとは違ってかなり軽やかというか爽やかな印象の靴ができました。可愛いですよね。これは僕の大学の先輩に作ったエプロンダービーですね。これもねかなり自分の中でレベルが一段上がったなという印象を受けた靴で、茶色のボックスカーフ使って作ったんですけど、木型の感じとかね、エプロンのつまみモカの感じとか、あとはちょっと色の違うパイピングとか、半カラスのソール仕上げとか、かなり自分の中でねうまくいったなという感じでしたね。今先輩は北海道に行ってるので冬の間は履けないと思うんですけど、また春になったら取り出してガンガン履いてほしいですね。はい、これがねキッシュ・ザ・ワーク第一発目、キッシュ・ザ・ワークナンバーワンのネイビーのミュージアムカーフを使ったパンチドトーキャップの靴です。これはもうね動画でも何度もこだわり説明してますし、もう展示会来てくれた方も実物見ていただきましたし、この靴の魅力は伝えきってると思うんですけどこんな感じでネイビーのミュージアムカーフ使ってかなりシンプルでクラシックなねパンチドキャップトーンの靴作ってみました。これが記念すべき一番の靴でしたね。この靴は抽選で販売して買っていただいて、かなり喜んでくれたみたいで着画をメールで送ってもらいました。嬉しかったですね。次はキッシュのナンバー2の靴、黒のボックスカーフとブラックスウェード合わせたアデレードです。この合わせは一発目のブーツと同じですね。このかなり気に入ってる合わせの一つです。木型もこれ用にかなりシャープに削って、ジョン・ロブ・パリのビスポークとかちょっとあの辺のねフランスの流麗なラインの靴をイメージして作りました。このナンバー2とナンバー1は10月のテレビ出演も果たしている靴です。でこの靴がまさにテレビ出演の靴ですね。野生爆弾のクッキーさんに作った靴で、黒のボックスカーフ使ったセミブログ、中飾りないからクォーターブログっていうんですかね。その辺の区分がいまいちちょっと僕は分かってないんですけど、そんなブローギングの靴を作りました。この靴は制作期間が木型制作含めて2週間と3日ぐらい、本当にギリギリの制作期間でなんとか頑張って仕上げたという感じだったんですけど、実際ね一発本番で収録でクッキーさんに履いてもらえて、すごくねいい反応で気に入ってもらえたみたいだったんでよかったですね。いや大変でしたけど本当にいい経験でした。クラシックなデザインでありつつもソールとかつま先あたりにボリュームを持たせてクッキーさんに似合うようなっていうのをイメージして作りましたね。これがキッシュのナンバー3、イノシシブローブです。広島のジビエレーザーの害獣駆除された野生のイノシシの皮を使ってブローディングの靴を作りました。カジュアルとドレスの中間ぐらいを狙いにいった靴で、アッパーの質感とか底付けの印象とかがかなり自分の中でバチンとはまって、シューツリーとかもかなり時間をかけて凝って作ってしまいました。これは本当に気に入ったので、色違いで今自分用にビスポークを制作中です。ナンバー4、コードバンの靴ですね。コードバンのシンプルなパターンのアッパーに手縫いをたくさんしてエプロンダービーを作りました。さらにちょっと動画にはしなかったんですけど、コードバンを手染めしてグラデーションコードバンにしました。このコードバンのツヤとかこの透明感と合わさってすごくね迫力のある靴ができました。今回の展示会の中ではもしかしたら一番迫力が存在感があるような靴だったかもしれません。これナンバー5、ヴィンテージバルモラルの靴です。黒のボックスカーフと茶色のコードバンと生成りのヘンプ生地を合わせてちょっとアンティーク風な靴をイメージして作りました。あんまりこういう靴見かけないんですけど、すごく好評で嬉しかったですね。特にねこのかかと周りのデザインがすごく特徴的で、こういうデザイン僕は見たことないです。このかかとがねこうなんか色が積み重なってるみたいな感じ。このかかとはまた素材を変えていろいろやってみたいなと思ってます。次はナンバー6のブレンダービーの靴ですね。これは全体的に丸っこさ、優しさをイメージして作った靴で、このパターンのラインとかコバ処理とか
全体的に丸くしてみました。色は黄色っぽい、オリーブっぽい茶色っぽいという感じの色で手染めして作りましたね。ちょっとねサイズがね大きかったので展示会ではこれをね試着する方なかなかいなかったんですけど、デザインとかね色はこれ好きだなっていう方が結構いらっしゃいまして、あんまり見ないじゃないですかこういう靴って。で実際ね履くかどうかっていうと結構ねハードル高いかもしれないんですけど、定製靴でねこう一足ずつ作るからこそできるデザインだったなと思ってます。次はこれ友人に作ったスリッポンです。これ本当にデザインめちゃめちゃシンプルなんですけど、逆にシンプルだからこそそれぞれのデザインラインに意味を持たせて作りました。これもね自分で欲しいんですよ。こういう靴あんまりね僕自発的には作ろうと思わないというか、結構ハンドソーンでがっちりした靴っていうのが好きなんで、あんまり自然と出てくるようなデザインではないんですけど、作ってみたら本当に良くて、これ今後も作りたいし自分用に欲しいなと思ってます。結構贅沢な作りしてるんでバンバン作れるようなもんではないんですけど、ちょっとこれを応用した紐靴とかねスリッポンとか作ってみたいなと思ってます。最後は僕のいとこ、これ3人目ですね4人いるうちの3人目に作ったビスポークのダービーです。仕事でガンガン履きたいということだったのでラバーソールにしてくぐじ立てで作ってみました。この靴ねシューツリーも合わせてちょっといろいろ挑戦ができたので、これ活かしてまた今年はさらにバリエーションを増やして靴作っていきたいと思います。ということで去年作った靴の振り返りをしてみました。僕は結構いろんな靴が好きで、タフな靴からドレッシーな靴までいろんなものを履きたいしいろんなものを作りたいっていう思いがあるので、かなりバリエーションに富んだ靴でしたね。今後もドレッシーなものに限らずラバーソールでもはや登山靴みたいなねごっつい靴とかもね作りたいなと思ってます。靴作りを動画にするっていうのって実は結構ね大変で、自分で撮影しながら自分で編集してっていうね、その靴作りプラスの労力がかかるんですよ。でもこれをやることでしか得られないのはやっぱり靴がこうして作られてるっていうその靴作りの過程まで伝えられるっていうところと、その靴をたくさんの方に、実物じゃないですけど映像とか写真で見てもらえるっていうのがねすごい嬉しいというか、そういう点で作りがいがプラスされるんですよ。非常に自分のモチベーションにもつながりますし、これが逆に誰かのモチベーションになってたら嬉しいなと思います。この革靴の件のチャンネルのホームに設定してある僕の自己紹介の動画、目標とかいろいろ喋ってるんですけど、その目標は変わらず高く掲げて突き進んでいきますので、今年も2022年もどうかよろしくお願いします。それでは本日の革靴の件でした。